皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢。ウクライナ軍によるロシア本国の戦略資源に対する攻撃が今日も行われました。今日はそうしたウクライナ軍の攻撃とともにヨーロッパ各国に対して危機感を高めている所属不明のドローンによる侵入騒ぎの続報をお届けしようと思います。まず最初に取り上げるのは爆発物の原料工場に対する攻撃。キーウポストよりウクライナのドローンが国境から 1600km 離れたロシアの主要爆発物工場を攻撃。ロシア・ペルミ地方ベレズニキ市にあるロシア最大級の化学工場アゾット施設がウクライナの無人機によって攻撃された。アゾットの生産プロセスは一時的に中断されましたが、環境への脅威はなく住民の安全も脅かされてはいませんと同地方のマホニン知事が発表しています。アゾットは硝酸ナトリウム、結晶性亜硝酸ナトリウムのロシア唯一の生産者です。主な製品には硝酸アンモニウム、液体アンモニア、尿素、硝酸、亜硝酸塩などがあり、硝酸アンモニウムは肥料や爆発物の原料として広く使用されています。住民によると2回の強力な爆発があったと報告がありました。目撃者によると3機のドローンが関与していたとのことです。緊急対応部隊は危機対応センターを設置しましたが、死傷者の報告はありませんでした。この攻撃はロシアの防衛産業向けのもう一つの主要化学製品メーカーであるクロスノダール地方のベロレチェンスキ鉱物肥料工場への9月25日の攻撃に続くものです。この攻撃により工場は一時閉鎖されました。火災が発生しましたがすぐに鎮圧され、死傷者は報告されていません。続いては石油精製所に対する攻撃。キーウポストよりリュティドローンウクライナから 1500km 離れたロシアのオルスク製油所を爆撃。ウクライナ保安庁の情報筋はこの攻撃は特殊作戦部隊アルファの攻撃ドローンによって実行されたと語った。ウクライナ保安庁は石油ガス施設を標的にすることでロシア経済に深刻な損害を与え続けています。石油収入の減少はクレムリンの戦争資金供給能力に直接的な影響を与えます。ロシアの製油所の能力の約 40% はすでに稼働しておらず、我々はその増加に引き続き取り組んでいきますと情報筋は述べました。ロシアのオレンブルク州で最大級の製油所の一つであるこの製油所は年間最大660万トンの原油を処理し、ガソリン、軽油、重油、約30種類の燃料と潤滑油を生産しています。報道によると攻撃を受けて製油所では避難措置が取られましたが、オルスク市当局は住民に対しパニックにならないよう呼びかけました。この攻撃にはデュティ無人機が使用されたと言われています。2022年10月にウクライナ国営防衛企業ウクロボロンポロムによって初めて公表されました。同機関は重量 200kg、弾頭重量 75kg、射程距離 1000km を超える攻撃用無人機を開発する意向を表明していました。デュティはイランのシャヘド、カミカゼドローンのユニークな類似機であり、高い妨害態勢を備え、飛行中に地形に応じて高度を変更できると語った。今回攻撃を受けた工場では、ガソリン、ディーゼル燃料、燃料油、潤滑油を生産しています。近年、大規模な近代化工事が行われていました。なお、現地当局は石油精製所が攻撃されたからといってパニックにならないようにと住民に呼びかけを行っていました。ところが実際には今回の攻撃の一報が入ると住民らはガソリンスタンドに一斉に給油に出かけました。現在この地域においてはガソリン不足は発生していません。しかし人々がパニックを起こし一斉にガソリンを満タンにしようとするために方々のガソリンスタンドでは一時的な燃料不足が発生する事態となっています。ウクライナによる遠距離攻撃の連続的な成功に伴ってロシアの国家財政には打撃が加えられています。石油や天然ガスの企業はこれまでは巨万の富を得てそれによって莫大な税金も納めていました。しかし現在では修理に今はものすごいお金がかかりますし、また販売においても売る機会そのものを失っているわけですから売り上げも減少しています。納める税についても当然減少します。このような中でロシア政府は計画通りの税収が集まらないとして国民に対する幅広い増税を仕掛けています。まず第一に行っているのが来年から始まる付加価値税増税です。日本では消費税にあたる付加価値税、ロシアにおいては 22% に増税します。これに加えて公共料金もこれから順次値上げが行われます。
これから3年先に向かって 30% の値上がりをします。公共住宅、ガス、電気、水道についてもいずれは値上がりが避けられないと見られています。生活全般においてありとあらゆる税で人々からお金を絞り取ってウクライナ軍による攻撃の損失を穴埋めしようとしているわけです。なお、このような大増税時代へと突入することに伴う政府批判ですが、ロシアでは治安当局に対する予算の増額を過去最高の段階まで引き上げており、政府に対する批判を行う者は、容赦なく刑務所送りにする体制を整いつつあります。さて、こうした国民からより多くのお金を絞り取ろうという姿勢は、こんなニュースにも波及しています。政府は戦争のための資金を節約するため、バスとトロリーバスへの支出を3分の1に削減する予定。ロシア政府は公共交通開発プロジェクトへの資金を大幅に削減する準備を進めている。全国の都市に数千台のバス、トロリーバス、路面電車を新たに導入し、老朽化した交通インフラを近代化することを目的としていた。運輸省の管轄下にあり、副首相が監督するこのプロジェクトへの支出は3分の1に削減される予定だ。しかし、既存の公共交通機関車両の約 40% が標準耐用年数を超えている。にもかかわらず、この資金削減は今後3年間の予算期間全体にわたって計画されている。バス13万5000台のうち5万7000台、トロリーバス1万5000台のうち9000台が深刻な老朽化に陥り、交換が必要となっている。このような節約は切実に必要とされている。来年は軍事費と治安機関に対する支出が国家予算全体の 38% に相当するためだ。一方で、原材料からの国庫収入は減少しており、財務省の計画によると、今年は昨年より 22% 減少する。その結果、予算は2025年に5兆7000億ルーブル、その翌年には3兆8000億ルーブルの赤字に陥ることになる。事実上、政府は戦前に積み立てた準備金で、この赤字を補う手段を持っていない。国民福祉基金の流動資産は、ウクライナ侵攻開始以来3分の1に減少。収支を合わせるため、財務省は来年から付加価値税を 22% に引き上げ、中小企業への税金も大幅に引き上げる予定である。中小企業に対する税金の引き上げに関してはちょっと関連の記事を発見することはできませんでしたが、一般向けのニュースではなく業界向けのおそらく一方としてはすでに広報されているのでしょう。国民だけではなく企業に対しても増税を強いることによって収入が減少する分を補おうとしているわけです。プーチン大統領の侵略の野望に付き合わされるロシア国民はますます貧しさに直面することでしょう。一方でヨーロッパ各国では所属不明のドローンによる空港や軍基地の周辺に対する飛来が各地で報告されています。今回はドイツにおける記事を見ておきましょう。ドイツ最大級の空港の一つ、ミュンヘン空港で正体不明のドローンが業務を妨害した。安全上の制限により17便が空港から出発できず、約3000人の乗客に影響が出た。連邦警察は昨夜、空港付近でドローンが目撃されたと複数の人が通報したと発表しました。その後、空港エリアの直上にドローンが目撃されたという報告も寄せられました。当初はそれが1機なのか複数機なのかは不明でした。そしてベルギーにおいても同様に所属不明機が発見されています。ベルギーの防空システムが正体不明のドローン15機を検知。ベルギーのリエージュ州エルゼンボルンの軍事訓練場上空を正体不明のドローン15機が旋回した。この事件はベルギーの国防省の事務所によって確認され、これらのドローンの飛行状況に関する調査が進行中であると複数のベルギーメディアが報じた。興味深いことにドローンは偶然発見された。当時基地は無人機迎撃識別システムを試験していたのだ。この機器の運用により15機すべてのドローンの飛行を追跡することができました。ドローンはベルギー領土から離陸し、その後国境を越えてドイツに侵入した可能性があると考えられています。ドイツの空港周辺に現れたドローンはベルギーから出発し、ドイツ領内を飛行したものとみられています。現在でもそれが一体誰が飛ばしたものなのか、そしてどこに着陸して誰が回収したのか、警察は犯人を捉えることができていません。こういったヨーロッパ各国におけるドローンが飛行場やもしくは軍施設などに現れることにより、プーチン大統領に対する疑念の目が向けられています。読売新聞。デンマークに正体不明の無人機。プーチン氏は冗談めかし、もう飛ばさない。ヨーロッパの防空体制強化を牽制。プーチン大統領は
ヨーロッパ各国が軍事化の動きを強めていると主張し、対抗措置を示唆して威嚇した。ロシア軍の無人機ドローンによる領空侵犯が相次いでいることを受け、防空体制の強化を図るヨーロッパを牽制した。プーチン氏は、会議に参加した国内外の有識者らを前に演説し、勢いを増すヨーロッパの軍事化を注視していると強調。その上で、ロシアの安全保障や主権への脅威が生じた場合、我々は迅速に対処すると警告した。ヨーロッパ各国で相次ぐロシア軍無人機の領空侵犯について、ロシア側は関与を認めていない。演説後の質疑応答で、デンマークで最近、正体不明の無人機が飛来したことについて問われたプーチン氏は、もう飛ばさないと冗談めかして語り、会場を煙に巻いた。なお、ポーランドにもロシア軍ドローンが何機も何機もやってきたということがあったわけですが、その時もロシア側は意図したものではないし、また本当にロシアのドローンであるかも定かではないと、これを否定するような発表も行っていました。その後、ヨーロッパ各地で報じられている正体不明のドローンについても、いずれもロシアは自分たちとは関係ないとしています。そして記事の最後では、ロシアが占拠するウクライナ南部ザポリージャ原子力発電所で外部電源の喪失が長期化していることを問われると、制御下にあると強調し、ウクライナ側が同原発を攻撃していると主張した。ウクライナ南部ザポリージャ原発はヨーロッパ最大級の規模を誇る原子力発電所です。現在はロシア軍が占領しています。しかし、ロシア軍による占領下にあるザポリージャ原発は非常に危険な状態にあります。外部との電源が切れた状態が長く続いており、ロシア側の管理はザポリージャ原発が事故が起こっても構わないかのような態度を取り続けています。これに関連する記事、ウクライナはザポリージャ原発への送電線を攻撃していない。国際環境 NGO のグリーンピースは、ウクライナ南部でロシアが占拠を続けるザポリージャ原子力発電所の送電線付近には軍事的な攻撃が行われた証拠が全くなく、これはロシアの占領者が意図的に同原発をウクライナのエネルギーシステムから切り離したことを示していると指摘した。ロシアはザポリージャ原発の外部電源喪失はウクライナ軍が攻撃したからだと言っています。しかし、ウクライナ当局はこれを否定し、また国際環境 NGO もこれも否定。さらには IAEA に関してもウクライナ軍による攻撃は確認されていないとしています。ただし、そのような第三者機関がいくら否定しても、ロシア側は常にウクライナ側に対して問題があるとして、ザポリージャ原発が危機的な状況に陥ることを全く気にもしていません。これが一体何を意図しているか。ロシアとしてはザポリージャ原発で何らかの事故が発生し、それに伴って放射性物質の拡散などが起これば、それを理由としてウクライナを批判するといったことを考えているのかもしれません。ザポリージャ原発は前線にあまりにも近いために営業運転ができるような状態ではありません。それだけに占領しているロシアとしては何らか自分たちがウクライナを批判するための材料としてこのザポリージャ原発を使いたいのかもしれません。そのような事故が発生すれば当然のように多くの地域において住民が避難する必要が出るなど影響は多大です。しかし影響を受ける地域というのがウクライナとロシア軍に占領されたウクライナ、どっちにしてもウクライナという具合にして、プーチン大統領にしてみればどうでもいいのかもしれません。ウクライナ軍の攻撃が石油関連施設にプラスアルファで、今回は爆発物の原料であるアンモニアの製造工場に対する攻撃を行いました。これは石油関連施設ばかりを狙うと少しずつロシア側も対抗する危険性があり、攻撃対象を少し広げたのでしょう。現地住民のインターネットへの投稿によると、ドローンがやってきているんだけれども、映像を見る限りではそんなに速くもないし、なんでこれが1500キロ以上離れた場所に到達してしまうのだと、ロシア軍の防空体制を嘆いている話が出ていました。現在のところロシアの防空体制は非常に脆弱であり、ウクライナ軍の攻撃成功はまだまだ続きそうな感じです。それだけに今のうちに重要施設を破壊しまくるといったような行動を行ってロシアに対する圧迫を強めることがウクライナ軍にとっては重要でしょう。それでは動画は最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして情報の更新に役立ったなと思われる方は評価ボタンのクリックと他の方への拡散、さらにはスーパーチャットのご利用もしてくれると私はとても嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。